気泡、フランスの名門リヨン。夏に200億払って大補強したら120億円足りなくなったでござるの巻。かつてフランスリーグワンを席巻し、当時前人未到の7連覇を達成したことで知られるリヨン。ジュニーニョ、フェルナンブ・カーノら数々の名選手を擁し、2001、2002シーズンから2007、2008シーズンまで優勝を続け、フランス全土で有数の人気を誇るクラブに成長した。しかし近年は経営面で苦しい状況が続いており、2022年末にジャン・ミシェル・オラス氏に代わってオーナーとなったジョン・テクスター氏の下で不安定な立場になっている。この夏には8名の選手を1億3500万ユーロ、およそ218.6億円を費やして獲得した一方、リーグの財務を管理する DMCG から8月31日までに1億ユーロを調達することを命ぜられていた。ただエル・エキップの報道によれば、リヨンはこれまで2425万ユーロ、およそ39.3億円しか調達することができておらず、残り8日で7500万ユーロ、およそ121.4億円以上が必要な状況になっているそう。そのためリヨンは現在所属している選手に対して全員が売却対象となっており、適切なオファーが来た場合は交渉を行うと説明したとのこと。200億円以上使った後で150億が支払えない。どういうことなのか。かつての名門がどうしてこんなことになってしまったのか。そしてこの選手たちもちょっとだけ関係してくるかもしれない。この問題について解説します。フットボール天国。近年はパリ・サンジェルマン、モナコに押されつつあるものの、フランスリーグワンにおいて常に名門強豪と呼ばれてきたオリンピックリヨン。フランスで最も人気のあるクラブの一つであり、人口の 11% がリヨンのサポーターであると言われており、若手の育成に長けたクラブとしても知られている。マイケル・エッシェン、ジュニーニョ・フェルナンブ・カーノ、エリック・アビダル、カリム・ベンゼマ、ウーゴ・ロリス、ルーカス・パケタ、バフェティン・ビゴミス等、卒業生にはそうそうたる名前が並ぶ。しかし近年は特に財政面での苦戦が続いていた。新スタジアムと新施設の建設とパンデミックと、2008年9月に発表された新スタジアムとさまざまな施設を内包するオリンピックリヨンランドの建築は、行政手続きの遅延、政治的利害関係、建設反対派のさまざまな抵抗運動などによって完成は遅れに遅れ、2016年1月に完成。最終的な建設費は4億1500万ユーロ、日本円で約670億円。もちろん公的資金の投入はあったものの、チーム財政を圧迫していたのは事実。そしていよいよ改修に向かおうとしたところで、リヨンだけでなく世界を襲ったのがコロナパンデミック。それまでは選手売却でなんとか保ってきた財政ですが、興行収入とテレビ収入が大幅に減少。さらに頼みの綱であった移籍市場の冷え込みもあり、史上最悪と言われた2020、2021シーズンは前年の3倍となる1億700万ユーロ、約141億円の赤字を計上。そしてこのシーズンの後、クラブの株式の半数以上をイーグルフットボールホールディングスを率いる米国人のジョン・テクスター氏が所有することになります。新オーナーと名物前会長。テクスター氏はブラジルのボタフォゴ、イングランドのクリスタルパレス、ベルギーの RWD モレンビークも所有しています。そして2年連続で欧州カップ出場を逃した2023年5月9日にオラス氏が会長の座を辞することになった。36年間リヨンの会長にとどまり続けたこのジャン・ミシェル・オラス会長就任時に2部のパッとしないクラブだったリヨンを
リーグワンのトップクラブに育て上げたその手腕は有名で、リヨンの名物会長かつ相当のくせ者として有名でした。その事実を彼がこのクラブを去った後、改めて思い知らされることとなります。23年、寝耳に水の DNCG からの処分。プロサッカークラブの会計を監督する DNCG、ディレクション・ナショナル・デュ・コントロール・デ・ジェスションがリヨンの経営状態を精査した結果、問題があるとしてサラリーと移籍金を制限するという制裁を課しました。なぜなら DNCG の調査によると、リヨンは約3億2100万ユーロ、日本円で約520億円の負債を抱えているとのこと。オリンピック、リヨンは過去20年遡っても一度として DNCG からの制裁を受けたことはなく、新オーナージョン・テクストルにとっても驚きの制裁でした。この処分に対しテクストルは財政の暗部を意図的に隠していたとオーラス前会長を批判し、裁判沙汰へと発展しました。おそらくオラス前会長の頃から DNCG からの指摘やヤバい額の負債は存在していたのでしょう。そこは長年にわたる政治力、交渉力を含めたその前会長の剛腕で、なんとかだましごまかしながらやってきたのだろうと推測されます。この構図はまるでマインツへ移籍した某選手と鹿島アントラーズみたいですね。この DNCG の追及に対し控訴したものの即却下されたテクストル新オーナーが取った手段は、知らんし何とかなるやろ。出会った。 DNCG はリヨンに対し5000万ユーロを金庫に入れるよう警告していました。見せ金だけでもいいから体裁だけ整えるようにという通達に対し、こちらも被害者であると逆ギレしたのか、テクストル氏は締め切りの延長を要請するでもなく、また金策に走り回るポーズを取るでもなく、ただただ時間を使い切ったのである。なんともなりませんでした。制裁を受け、文字通り最低限の補強しか受けられなかったリヨンの23、24シーズンは絶望から始まりました。開幕14節を終えたところで1勝4分け9敗。ここまでですでに2名の監督を解任し最下位激走中。しかしわずか7試合で監督を解任されたファビオ・グロッソ監督がこの後ラツィオで鎌田選手の復活に関わるのだから、人生というのは本当にわからないもの。しかし腐っても名門育成主任から抜擢された誰もその名を知らなかった3人目の監督ピエール・サージュ監督がチームを再生させ、最下位からヨーロッパリーグ出場の6位でフィニッシュ。その手腕はフランス中に鳴り響きました。ここまでが昨シーズンの話だから、経営状態に問題があるんだって。昨シーズンの躍進に応えるがごとく、テクストルオーナーはこの夏多数の選手の獲得に奔走しました。処分は今年1月までなので、ミカウターゼ1850万ユーロおよそ30億円、アーネスト・ヌアマー2850万ユーロおよそ 46.1 億円、ムサニャカテ3190万ユーロおよそ 51.6 億円、オレルマンガラ2340万ユーロおよそ 37.9 億円、サイード・ベンラハマ1440万ユーロおよそ 23.3 億円など8名の選手を1億3500万ユーロおよそ 218.6 億円を費やし獲得。しかし昨シーズンと同様、リーグの財務を管理する DNCG から8月31日までに1億ユーロを調達することとの指摘が入りました。これが夏に200億払って大補強したら120億円足りなくなったでござるの巻の真相です。おそらく今年はもう200億以上移籍市場に投下したから移籍制限とか受けてもなんともねえしという態度だったのでしょう。
ここまでの選手売却益を差し引いてもまだ7500万ユーロ、およそ 121.4 億円足りません。しかも今回は去年のこともあり DNCG はブチギレています。今回の件を地球の裏側に住む我々ですら知ることができるくらい大々的に報道していることが何よりのその証拠です。120億円は大金ですが、リヨンには優秀な選手がまだまだ多数在籍しています。特に金の卵と言えるのが、わずか7歳の頃から下部組織で大事に育て上げられた2020年に発表された世界の注目若手トップ50で1位に輝いたほどの才能の持ち主、ラヤン・シェルキ。ぶっちゃけ彼をうまいこと現金化すればその大半をカバーできます。まあリヨンサポからしたらそれこそブチギレ案件ですが、しかし8月末までにリヨンがお金が欲しいということは遠い日本に住む我々ですら知っています。ということは世界中のサッカーチームが知っているということです。相手がすぐにでも現金化したい商品を向こうの言い値で買う商売人はいません。しかも何十億の案件を必ず値切られます。つまりリヨンが選手を売却しようとしても常に足元を見られる状況を DNCG は作り上げました。 DNCG はブチギレています。かつての名門オリンピックリヨンの明日はどっちだ。ちなみにフランスサッカー経営管理総局 DNCG は以下の権限を持ちます。監査と懲罰、クラブの経営状況並びに法的状況を調査した後 DNCG はクラブの保有選手及び各種大会への参加に関する以下の決定を下すことができる。新規に選手を勧誘・獲得することに対しての一部もしくは全面的な禁止。クラブが提出する予算案に応じた選手獲得の制限、選手契約に関して DNCG の認可が必要となる。トップチームに移籍可能な選手の数の制限、上位ディビジョンへの昇格の差し止め、下位ディビジョンへの降格、各競技会からの除外・追放。すでに一度処分を受けているリヨンは以前より重い処分を受ける可能性が高そうですが、果たしてどうなるのでしょうか。余談ではありますが、イーグルフットボールホールディングスは鎌田選手の所属するクリスタルパレス、元 FC 東京の阿部修斗選手の所属する RWD モレンベークベルギー2部を所有しています。同じグループ間での将来的な移籍とかあるかもしれませんね。願わくば移籍のゴタゴタとかには巻き込まれませんように。 SNS の反応。リヨン、アホすぎるだろ。モナコからミカウターぜ。横取りしてる場合じゃないじゃん。リヨン、競売チャンス。8日で7500万ユーロってできるんか。リヨンの規模的に無理筋にしか思えないが、てかこれより後に戦いたかったな。200億使ったら120億足らなくなったでござる。モナコが強奪できそうな。リヨンの主力いる？モナコはガキが多いからリヨンからトリッソ、ラカゼットあたり取ってよ。その肝心のミカちゃんもざまだし、モナコよかったな。サウジがアホみたいな値段で選手買ってるの見ると120億ならなんとかなりそうって思っちゃうんだ。トスを見習うべきだな。いや、春にそこそこ補強してたけど。ベンゼマに助けてもらえ。ムパっていなくなったらリーグアンやばくなるって言われてたけど、ほんまにそうなりそうやな。放映権でも揉めてるみたいだし。悪さも経営難のくせに最後は誰か助けてくれるだろうと良い選手がいると聞いたら今もバカみたいな額で獲得してるな。フランスはボルドーが破産してアマチュアクラブになった。もうちょっと前にバスティアも破産してたな。リヨンって最近どっかと提携してなかったか。町田のアカデミーかな。ラカゼットどこに行くんだろう。ここまでご覧いただいた通り、即ボルドーのようなことにはならなそうですが、素直に四面楚歌の状態で残り120億の調達はできるのでしょうか。リミットは8月末。かつての名門はどうなるのか注目です。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。